皆様ご視聴ありがとうございます。すでに新疆ウイグル自治区ウルムチの滞在とかね、他の動画も、今回旅の様子、先に上がってると思いますが、ちょっと時系列がね、前後するんですが、今からね、日本の東京、羽田空港から北京経由でウルムチに入る、その動画をですね、今からまとめてお届けしたいと思います。今ね、東京の浜松町のビジネスホテルに泊まってるんですが、これから羽田空港に乗ってエアチャイナで、北京経由で行きます。で、北京で飛行機乗り継ぎの関係上一泊するんですけど、それも含めてね、もろもろお見せしたいと思います。北京でもちょっとゆっくりする時間があるんで、はい、そんな感じでちょっと今回行きます。今からチェックアウトして羽田空港に行きます。それではホテルをチェックアウトしましたので、今から東京モノレールの浜松町駅、行ってそこから羽田空港に行きましょう。余談ですけど、こちらの京王プレストインというね、ビジネスホテル、私コロナの時とかGoTo の時とかすごく頻繁に使ってました。1泊3400円とかだったんで、すごくね安かったんですけど、今回、もちろんそんな金額で泊まらなかった1泊1万5000円ぐらいしたんですけど、東京も高いんでね、ここのホテルおすすめです。すいません、余談ですけど。ドアが閉まります。電車をご利用のお客様、東京モノレールをご利用くださいましてありがとうございます。ご乗車のモノレールは空港快速羽田空港第2ターミナル行きです。ということで、かなり久しぶりに羽田空港第3ターミナルに来ました。それで今からエアチャイナのね、チェックインしていきます。今回の工程はね、すべてエアチャイナです。またそれを後で話します。ということでチェックインカウンター来たんですけど、ちょっとまだ時間が早くてですね、オープンしてなかったです。すでに先に上がっている動画で、説明してるかもしれませんけど、今回ですね、北京まで私1人で行くんですけど、知り合いの人とね合流して一緒に新疆ウイグル自治区を巡ろうと思っております。でウルムチ行ったり、その先行ったりとかっていうのをね計画してまして、で今回旅行の手配とか航空券とかもねその方に任せたんですよね。今回かなりね心強い仲間と一緒に動くので、その方中国語も喋れますし、もう英語も喋れるし、なのでちょっと新疆ウイグルはねちょっと私一人ではどうかなって思ったんで、今回ちょっと一緒に行ってもらうことにしました。でその方はね中国でも会社経営してて、日本でも会社経営してるんで、その方に全部任せたかっていう感じですね。今回ね移動に関してはなので全部エアチャイナで取っております。先に行ってしまうと全ての工程がエアチャイナなんですけど、全てビジネスクラスで行きます。で北京までもビジネスで、北京からウルムチもビジネスです。それではチェックイン始まりました。それではチェックインの方完了しました。北京までのチケットですね。はい、それじゃあ出国しましょう。ラウンジ行けるんで、そこで昼ご飯食べようかなと思います。羽田空港はね、以前プライオリティレーンみたいになかったんですよね。ファーストとかビジネスとかの。最近あるんですよね。最近っていうかちょっと前かもしれないですけど、私まだ使ってないんで、はい、ちょっと今回スムーズに行けそうですね。それでは羽田空港出国しました。今日すごい空いてますね。ガラガラだ。街なんかは一つもないですね。すごい混んでるイメージがありましたけど、それじゃあANA ランジでも行っときますか。軽くだけにしとこうかな。お腹は空いてるんですけど、久しぶりにあれだね、羽田の ANA ラウンジ行くな。それでは ANA ラウンジ入りました。食事こんな感じで、そばとちょっとおかず、男は黙って炭酸水とお茶ですね。びっくりするぐらいラウンジ空いてるんですけど、ガラガラ、こんなことあるんだね。当たりですね。ちょっとこれ食べて、もうそそくさ北京に行きたいと思います。それではラウンジを出てゲートに行きましょう。北京までは北京首都空港なんですけど、行き先はタイ港じゃないですね。エアバス330ですね。ちょっとボロそうですね。ということで間もなくね到着開始なんですけど、今日はね北京で一泊するんですけど、新疆ウイグルさすがにちょっと緊張しますね、行くのね。行ってみたら多分普通なんだろうけど、
今回ね、ウルムチにも行くんですけど、その他の町にも行くんですよね。それはおいおい多分動画が出てるかと思いますけど、緊張しますね。とりあえず北京まで行きます。もうお腹いっぱいです。機内食食べるのやめようかな。機内は222の結構古めのビジネスクラスですね。ANA の国内線のプレミアムクラスぐらいの感じですね。もう今おしぼりもらいました。めっちゃモニターちっちゃいカーナビぐらいのやつですね。はい、十分ですよ北京まで行くだけですからね。ウェルカムドリンクはトマトジュースとオレンジジュースと、シャンパンでした。なんでオレンジジュースにしました。今回座席は13の L 窓側ですかね。エンジンの前ぐらいです。ガラガラですね。ビジネスクラス乗ってる人6人ぐらいですかね。席数はすごいあるんですけど6人か、結構少ないな。この北京便は需要あると思うんですけどね。上海北京はもう一気にゴールデンウィークとか終わるとこんな感じなんですかね。シート自体はめちゃくちゃ古いんですけど、このやっぱピッチはねすごいあるんで、この変にフルフラットでこう足がところが狭くね狭まってるやつに比べたら全然俺結構好きなんですけどね。これね、隣がいなかったらすごいいい感じのシートなんで、多分今6人しかいないから来ないと思いますけど、あとは席がだいぶボロいんで古いですからふかふかですね。意外と好き。最後になんだかんだ人が乗ってきたんで全部で10人ぐらいにはなりましたかね。はい、それでも全体の3割ぐらいしか2、3割ぐらいしか座席は埋まってませんが、それで今機内食のオーダー取りに来ました。結構ね種類がありました。まずチキンがジャパニーズチキンライスっていうメニューだったしね、メニュー表はもらってませんけどと、フィッシュ&シュリンプ、これなんかチャイナスタイルらしいです。であとウエスタンでビーフステーキだったんで、全然お腹いっぱいさっき食べないとか言ったんですけど、ビーフステーキあったんでちょっと選びました。フライト時間は3時間50分ですね。4時間、多分こっちから行く方が時間かかりますね、風の関係で。北京から日本だと3時間ぐらいだと思いますけど、それでもこんな短くてもあれなんだ、ステーキとかあるんだ。どれぐらいのレベルかは分からんですけどね、一応ちょっと見るだけ見ましょうか北京に着いた後ね、飯食べる約束あるんでちょっと心配です。お腹いっぱいに今なりすぎてて。あとですね、ちょっと言い忘れてたんですけど、私今ぎっくり腰再発中なんですよそこまで重症じゃないんですけど、ぎっくり腰気味ぐらいなんですけど、もうね長時間座るのがすごいきつくて、立ったりね歩いたりしてる方が楽なんですよね。そうだから今めちゃくちゃ飛行機乗りたくないメンタルなんですけど、でもせっかくねビジネスクラスなんで、全然快適ですけど、もう座ってるだけで痛いっていう状況で、これから過酷な、ウイグルに行きますからね。それでは離陸の順番が回ってきましたんで、トータルで30分ぐらい遅れてますかね。今から離陸します。各旅客，飞机马上就要起飞了，请您再次确认您的安全带已扣好系紧，手机处于关闭状态或调至飞行模式，谢谢。皆様お待たせいたしました。東京まもなく離陸いたします。飛行時間は3時間40分を予定しております。シートベルト今一度お確かめください。各旅客，我们飞机预计还有2分钟起飞。We will take off in 2 minutes.
それで離陸して20分後ぐらいから機内サービスが始まりました。テーブルクロスも引かれて飲み物が来たんですが、男は黙って炭酸水と、あとはナッツですかね。ただ画面を見てもらって分かる通り、かなり揺れ始めまして、この後ね、めちゃくちゃ揺れます。ただ通常通り機内サービス続行です。おそらく日系のエアラインならね、この揺れだったら機内サービスやめると思うんですが、さすがエアチャイナですね。問題なくやっておりました。ちょっとね、揺れが収まったかなっていうところで私の食事が来まして、先ほど言った通り、今回ウエスタンのビーフステーキを選んだんですが、こんな感じでね、ちょっと洋食なのかなって思うような食事が出てきました。ビーフステーキで、前菜がローストビーフということで、メインとは同じというか W ビーフみたいになってしまいましたが、でもこの短い路線でこんだけ出てくる、しかも3種類から選べるっていうことはなかなかねすごいんじゃないですか。エアチャイナ頑張ってると思います。これもちろん日本で作られたもので、なんで和食のなんかこういう吹きの煮物とかなんかいろいろ載ってるんですけど、洋食ではないですよね。一応ウエスタンステーキ、ビーフステーキなんですが、これはこれで私にとっては良かったです。お肉もね結構柔らかくて、てかそもそもステーキではないですよね。これなんか煮込んであるものでした。はい。で、こっちは普通のローストビーフ。普通に美味しい。一番美味しかったのはこのポテトサラダですかね。はい。日本の優しいポテトサラダって感じで。で、パンはガーリックバケット、トーストいただきました。こんな感じですかね。普通に和食、牛肉煮込み定食みたいな感じで、良かったです。お肉もすごく柔らかく煮込まれてて、普通の醤油ベースの味で美味しかったですね。で、最後デザートがちゃんと出てきまして、フルーツとアイスクリームちゃんとね分かれて出てきました。あとあったかいコーヒーももらいましたけど、この短い便でこんだけ長距離便みたいな食事出てきてすごいなと思いましたね。日系より豪華なんじゃないかな。今気づきました。このリクライニング機能が壊れてますね。ちょっと CA さんに言おうと思います。マジか、全く動かない。とりあえず今 CA さんに見てもらいましたけど、やっぱ壊れてるみたいで、隣の席はね普通に動くんで、ご飯食べた後こっちの席も使ってくださいっていう感じで、治らなかったんで、寝るときはこっちに行こうと思います。今回ガラガラだったからいいけど、満席だったら最悪ですよね。一切リクライニングしない状態で行かないといけないですからね。しかも北京までだからいいけど、長距離だったら最悪ですね。港第3ターミナルに到着いたしました。現在の到着地の時刻は午後5時15分。気温は摂氏24度でございます。本日はスターアイアンスメンバー中国国際航空をご利用いただきまして誠にありがとうございました。皆様の次回のご利用、乗務一同心よりお待ちしております。先生、Thank you。バイバイ。Thank you。ということで北京首都空港到着しました。この後ちゃっちゃとイミグレですね。もうね、知り合いの人が空港着いて待ってくれてるんでね、合流したいと思います。ついこの間もこの首都空港来たばっかりですね。満州里行く時に内モンゴルの。ということで入国審査秒で終わりました。ということで入国完了ですね。ここから列車でまた移動しないといけない。これですね。これがちょっとめんどくさいっすよね。北京首都空港、第3ターミナルとかに到着するとこうなりますね。いました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。とりあえず今から移動します。前回なんかハイヤーで呼んでもらったアウディの A8 ですね。これでちょっと移動します。その知り合いの人の車です。車に乗ったらもうすぐにスターバックスコーヒーが出てきました。皆さんねあんま知らないと思うんですけど、だいぶねすごい人と一緒に今行動してます。で今からねホテル行く前に北京でトップ5の中華料理や北京ダックのお店に連れてってくれるそうです。なんか俺ハニートラップにかかってないか心配なんですけど。ビンロースなんか中国式のガム。いやこれも食べたらガンになるんですよ。食べたらガンになるんですか？なる可能性が高いっていう説があるんですよ。じゃあいらないです有名なんですか中国では？有名っていうか食ってる人いますね。ビンロー皆さん知ってますか、これ？初めて見た。東アフリカねなんちゃらって書いてありますけどでも匂いはガムの匂いしますね。本当にそうですね。今北京の中心部の方来てますけど、建物 CCTV 中国の国営のテレビ局、この辺すごいですね。ビルの俺ほとんど多分 YouTube の動画で私のチャンネルで北京取り上げたことないんで、めちゃくちゃ巨大なショッピングモールの中にレストランがあるらしいんで、全然自分情報知らないんですけど案内してもらいます。それでこちらが北京でもトップ5に入るというハイタンという北京ダックのお店ですね。ここをちょっと私に用意していただけました。もちろん私初めてなんですけどすごい美味しいみたいです。ちょっと早速入ります。すごいもうレベルが違うわ。すげえな普段私は中国来てもこういうとこ行かないんで、すごいハイスペックなお店は感動しますね。もう食べてる人たちのなんか服装とか民度が違いますね男は黙って炭酸水頼んでもらいました。一切私はオーダーに何頼まれたか全然分かってないんですけど、なんかやばそうなやつが来ましたありがとうございます。すごいね、これアワビですよね。この前食べた福州で仏頂賞のなんか話をしてたら、それのもっとすごいバージョンみたいなやつらしいです。これもアワビは分かるんですけど他のものが分からんですね。これキノコかな。ちょっと次元が違いすぎてすごいわこれ。まずスープいただきます。うまいっすね味が凝縮されてて結構似てますよね。似てます。仏頂賞福州で食べたやつの味は大体ニュアンス的に一緒なんですけど、こっちの方が濃厚で濃いですね。こんなでっかいアワビいただきます。日本人の人にね合う味だと思いますね。なんかご飯にかけても美味しそうなぐらいのなんか海鮮の出汁がめっちゃ効いてるあんかけで味がすごい深いですね。でアワビとかもすごい美味しいです。それでメインの北京ダックが来ました。うわすごっうわ能帮您介绍鸭肉青苹果，是牛筋锅的干性口的吐司面包，上面给您搭配的。すごい初めて見たな。キャビア乗ってますよ北京ダックの上に。すごいやばいやつが来ました追いつかないすごいこの魚ですね。これねちょっと情報量が多すぎて追いついてないです。ちなみにこちら黒トリュフとオマールエビの中華風うどんだそうです。でこれちょっと魚の揚げたやつで、こっちのこれがなんかこの箱に入ってる北京ダック初めて見ましたけど、今言った通りキャビアも乗ってますね。やっぱすごいわ。北京で
トップ5に入るお店らしいんでちょっと混乱してます。でもめっちゃうまいです。もうこのスープだけでもめっちゃうまかったから全部やってくれるんですね。いいのかなこんな食事俺食べて。ちょっと貴族すぎてあれなんですけど、キャビアと北京ダックの皮とフォアグラと、下にこのサクサクのパンみたいなやつがあって、それをこのまま食べるタイプのやつだそうです。初めて見ました。それじゃあいただきます。これめちゃくちゃうまいですねやばいですね。なんだ食べたことない味だ今までで。北京で一番意識が高そうな北京ダックを食べます。北京ダックめちゃくちゃ好きなんで、私大好物なんで、ちょっと巻き方下手くそになっちゃったそれじゃあいただきます。めっちゃうまい。やばいな。こんな飯食べたら俺もうウイグル行って美味しくないって感じちゃいそうだなとりあえず私みたいなレベルがここで食事してるのが場違いなんじゃないかって思うぐらいすごいとこにいますね、なんかやっぱりガチ中華、高いガチ中華、中国で食べたこと一回もなかったからそれを体験させてくれてるんですけど、感動しますね。やっぱ全然美味しいですよね。よく皆さん言うんですよ。中国行って中華料理食べてやっぱ日本の方が美味しいって。それを自分も思うけど、お金積んでちゃんとしたとこ行くと中国もめちゃくちゃ美味しいですね、それは聞いてたけど自分体験したことなかったから美味しいです。すごい満足しました。すいません、食べ物の紹介ばっかになりますが、これトリュフとオマールエビが入った中華風焼きうどんみたいな、うどんにトリュフとオマールエビ入ってるの初めて見ましたね。いただきます。こんなでっかいオマールエビ食べたことないな。うわめちゃくちゃ美味しいわ。すごいトリュフの香りがする。麺がめっちゃうまそう。あ、これあれだ、名古屋の味噌煮込みうどんぐらいの麺の硬さですね。これめっちゃうまい、コシがあって。それでは中国について早々超絶美味しい中華料理を食べたんですけど、この後ねホテルに行く前にちょっと私のリクエストでマッサージに行くことになりまして、ちょっとマッサージ行きます。すいません、なんかもう豪遊してるように見えるかもしれませんけど。それでちょっとこちら U スパっていう YU スパ、ここにちょっと行きます。私全然知らないです。用意してくれたお店ですハイレベルそうでちょっと怖いですねすごいね。匂いがね、もうバンコクの高級スパみたいな匂いしますねアロマの匂いですね。うわ、すげえな。これがスパですね。北京でナンバーワンのスパらしいです。日本人の人も来てるみたいですね。すいません、ちょっとなんかもうそわそわしちゃってますね。すげえ意識が高そうな。はい、1回1万円ぐらいらしいですね。私ね、今回全然値段把握してないんですよね。それで今セラピストお待ちというか準備をしてくれてますね。システムが全然わかんない。それでは今からスパに行きます。すごいホテルみたいだな。めちゃくちゃ綺麗です。まあ男同士なんで全然気にしないですけど、紙パンツとか全裸になるパターンのやつですね。すごいっすよ。やっぱこれ女子に人気なお店らしいんですけど、今この東京に進出するかビジネスモデルを今一緒にいる人は考えてます。すごいね。こシャワー、こういう感じですね。とりあえず今からシャワーを浴びて、このマッサージ用のパンツに履き替えます。
それでは1時間のマッサージめちゃくちゃ気持ちよかったです。最後ヨーグルトが出てきてこれを食べて帰るのが流れみたいです。それでは今から空港の近くのクラウンプラザホテルに行きます。明日の朝早くですね、いよいよ新疆ウイグル自治区に行くためにとりあえずウルムチに行きますんで、ちょっと今からとりあえずホテル行きます。ということで着きました。クラウンプラザホテル、すごい久しぶりに泊まりますね。ここのホテル自体は泊まったことはないですけども、クラプラは久しぶりですね。はい、もう今日はもう時間だいぶ遅いんでもう寝るだけですね。明日の6時にはホテルを出発します。ということで部屋入りました。ちょっとざっくり説明します。はい、キングサイズのベッド1台と、こんな感じですね。かなり十分な広さがあります。スイートとかじゃないですけど全然いいですね。素晴らしいです。あとは一応バスタブもあるんだね。はい、こんな感じです。素晴らしい。ということで今日はこんな感じで東京からね、北京今乗り継ぎ中ということで短い時間ではありましたがすごい体験をいろいろして興奮しております。またね、今言った通り明日の朝すぐに北京首都空港に行っていよいよウイグル自治区ですね、新疆ウイグル自治区に入ってきますので、はい、ちょっと気合い入れてもう今日は寝ようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。5月9日5時24分です。なんとか起きれました。とりあえず6時に集合でここからね北京首都空港の方にまた戻ります。で、何度も言ってますけどいよいよ今回ですね初めて新疆ウイグル自治区ウルムチに入ります。それではホテルをチェックアウトいたしました。今から空港に行きます。すごい、もうまた高級ミネラルウォーターがあります。ということで北京首都空港到着しました。これからですねエアチャイナでいよいよ新疆ウイグル自治区ウルムチに入っていきます。なかなか緊張しますけどね、どんな感じなのか。で、フライト時間がね5時間ぐらいあるんですよね。国内線なんですけど、でかなり遠いです。で、日本と、中国実際1時間なんですけど、ほぼほぼパキスタンとかキルギスの方なんで、一応中国として1時間の時差なんですが、体感的には4時間ぐらいの時差があるような場所だから、夜でも22時ぐらいにならないと日が沈まないとか、かなり奥の方に今から行きます。はい、で今回ねエアチャイナの連続チケットなんで、ここからもねありがたいことにビジネスなんですけども、はい、それでも5時間かかります。とりあえず今から国内線のチェックインをねしていきたいと思います。とりあえず朝ごはんを食べてないんでチェックインしてからエアチャイナのラウンジに行きたいと思います。こちらの優先チェックインカウンターで今からチェックインします。空いてますね。ということでチェックインの方完了しました。結構ね空いてるんですよ。で、なんでかっていうとね、中国もゴールデンウィークみたいのがあって日本と同じ時期にあるんですよ。で、その連休が明けたんでもう人がいないという感じらしいです。通りでね行きの羽田からも空いてるなと思いましたし、今やっぱちゃんと考えてねこの時期に予定組んでもらってたんですごいスムーズですね。はい、じゃあとりあえず今から保安検査抜けてエアチャイナのラウンジかな、はい、行きたいと思います。ということで保安検査抜けました。結構厳しかったウルムチ行きだからかな。それではラウンジに行きましょう。かなり食事はありますね。今聞いたら国際線のラウンジと食べ物が一緒らしいですね。なんか見覚えがありますね。チャーハンとか。とりあえず朝ごはんをこんな感じで持ってきました。おかゆとなんかちょっとしたおかずですね。乗ったらすぐに機内食出てくると思うんですけど、ちょっとお腹空いたんで食べます。ということで時間になりましたんでゲートに向かいます。本日のウルムチ行きの便でエアチャイナほぼ満席らしいですね。意外と行くんですね。それではゲートに来ました。もう搭乗開始してました。並んでます。一応ビジネスなんで優先ですね。
Thank you。一応ですね、ビジネスの人はバスが分かれてるらしくて、これエコノミーの人なんですけど、奥のがビジネスの専用のバスですね。これはねちょっとありがたいですよね。必ず座れますから。まあ、ここ最近私は中国の、いろんなね街、特に地方とかも行ってるんですけど、ウイグルに関してはちょっとやっぱ特別感がありますね。日本でもいろいろね話題にはなってると思いますが、自分もちょっとリスクあるなとは思ってます。今回は一緒に行く人がいるっていうのと、いろいろ準備はしてきてるっていうので大丈夫だと思いますけど。濡れますね。ギリギリまでバス来てほしいのに、中国大体こんな感じですよね。機材は737のマックスですね。新しいです。ちょっと乗るのに時間がかかってて雨に濡れます。はい、これですね。こちらの席です。ということで機内に入りました。はい、こんな感じですね。でも、フライト時間まあまあ長いんで、プレミアムクラスみたいなビジネスでなんですけど、かなり快適だと思いますよ。でもそんな古くはないですね。ちょっと訂正するんですけど、ウルムチまで北京からね5時間と私行ったんですけど、どうやら4時間ぐらいですね。はい、勘違いしてました。4時間ぐらいで、着きます。でもそれでも国内線としてはかなり長いんじゃないかなと思います。はい、こんなにもウルムチ行きがね満席、エコワも満席みたいなんで、ビジネスもほぼほぼ埋まってますかね。需要あるなんて知らなかったですね。それであいにくもう北京は今日はすごい土砂降りなんですけど、ウルムチは晴れてると思いますけど、クッションとブランケットがありますね。スリッパも、はい、ありました。それで今機内食のオーダーを取りに来て、四川風の牛肉料理か椎茸と鶏の、料理っていう話だったみたいで、私は全く分かりませんでした。翻訳してもらったんですけど、で両方頼むことができるみたいで、自分が八角が苦手なんで、八角が入ってたら食べれないっていうのですごい配慮してくれて、2種類僕のところに機内食来るらしいです。ちょっとこれは予想外だったんですけど、ちょっと面白いですよね。なんでちょっとその様子も後でお届けしたいと思います。请找到座位的旅客尽快入座，以方便后面旅客登机。这种姿势要存话题。女士们、先生们，感谢。根据中华人民共和国的总统集权技术审判将认真。各位旅客，飞机马上就要起飞了，请您再次确认您的安全带以后。ということで機内サービスが始まりました。それでは今から機内食です。食事が来ました。先ほど言った通りですね、今回特別におかずを2つ用意してくれたっていう、2種類ですね感じなんですけど、これ国内線のクオリティとしてはすごいですよね。もう、ビジネスなんでっていうのもあるとは思いますが、かなり上等ですね。普通にご飯白米と、小鉢、エビとか入ってますし、でフルーツで、こっちがチキンですかね。でこっちがビーフ、これ四川風牛肉なんちゃらで、こっちが椎茸とチキンなんちゃら鶏肉のやつですよね。ちょっと味はよくわかんないんですけど、まだ食べてないんで。こっちの方が
食べやすいかもしれないです、日本人の人にとっては。間もなく着陸ですが、すごい大都会ですね。今着陸をやり直したためゴーアラがありました。今上昇してます。今着陸のやり直しですね。ゴーアラで上昇中です。こちらウルムチ空港ですね。尊敬的各位旅客，欢迎您来到乌鲁木齐天山国际机场。ということで新疆ウイグル自治区ウルムチ国際空港到着しました。一回着陸を今やり直してゴーアラがあったんですけど、なんとか着陸できました。ということでウルムチ国際空港、人生初の新疆ウイグル自治区に入りました。これ本当の話なんですけど、今空港内入った瞬間からなんかスパイスの匂いしますね。ちょっと中国と違う香りの匂いがしますね。まあでも中東っぽいって言ったらそれもちょっと違うような気がするんですけど、匂いが独特ですね。この空港のこのターミナルはまだ1ヶ月しかリニューアルしてからオープンしてから経ってないみたいなんですけど、めっちゃ綺麗ですね。空港なんかめっちゃ綺麗ですね。まあ後日また利用するんですけど、一応ねバーガーキングとかもありますね。今空港内でチャギを見つけたんで、一緒にいる伊藤さんが飲むと言ったんで、私も一緒に買ってまだ荷物受け取る前なんですけど、チャギを飲もうと思います。とりあえず荷物を受け取って外に出てきました。今からとりあえずホテルに行きます。かなり綺麗ですね。人もいっぱいいるし、そんな今までの中国の他の空港と変わらない感じですね。これがウルムチ空港なんですね。ウルムチは地下鉄があるんですね。俺ないと思ってました。普通に空港に直結してますね、地下鉄が。だいぶ発展してるんですね。それでは今から配車アプリディディでホテルに行きます。はい、一応ねウイグルでもディディが使えるんで、新疆ディディと書いてあります。今見た感じ、日本のトヨタ車とか日本の車は全然ないですね。ある意味なんか新鮮ですね。中国ってどこ行っても日本の車いっぱいあったりするんですけど、ヨーロッパ車とかもないですね、あんまりね。空港周辺はかなり道も整備されてて、まあ本当に中国のどこでもある街の、空港の周辺の風景と似てますね。大きなビルとか、まあ、空港ホテルみたいなのもたくさんありますね。とにかく綺麗ですね。道も完璧に整備されてます。すごい大都会ですね。まさかこんな無印とかたくさんあるとは思わなかった。それで今回私たちがウルムチで2泊するのはこちらの亜光系のホテルですね。メルキュールホテル2泊します。ここ素晴らしいです。
ワンダープラザっていうね、中国によくあるショッピングモールと直結してたり、さっきお見せした無印があったりとか、コンビニ、バーガーキングも全部あるような場所で、街のど中心なんで移動するにもかなりいいという場所ですね。はい。今からちょっとチェックインしたいと思います。はい、こんな感じですね。建物に入るときに厳重な保安検査があるんですが、厳重ではなかったですね。人いなかったわ。やってないわ。やってないパターンでしたね。一応でも検問所みたいな保安検査場がたくさんいろんなところにあるのは見ましたね。やっぱ軍人さんも結構いますね。それでは中に入りました。今からチェックインします。ということでチェックインの方終わりました。今回2406角部屋ですね。メルキュールすごい久しぶりに泊まりますね。それでは部屋の紹介ちょっと軽くだけします。角部屋ですけど、別にスイートとかじゃないんですが、かなり広い部屋ですね。すごい。真ん中にテレビがあるタイプだ。上等な部屋を用意してくれました。はい、あとデスクがあって、ここすごいですね。ベッドもう一台入りそうなぐらい広いです。で、ウルムチの街が見えるのかな。こんな感じで、これショッピングモールですね。直結してるんで、はい、こんな感じ。ちゃんとウォシュレットですね。ウォシュレットトイレと綺麗な洗面台、全部アメニティもあります。で、バスタブはないですけどシャワーこんな感じです。ということで無事にですね、新疆ウイグル自治区ウルムチ市、到着することができてホテルに入ることができました。今まで私が行ってきた中国の街にね、普段行くような感じに比べたらかなりちょっと外国に行くような、今まで行ったことない国に行くような感じの、気持ちと、不安もあったりして、日本でこう皆さんがねイメージされて報道とかで聞いてるウイグルの街とかと実際どれぐらいのね乖離があるのか、どういう状況なのかっていうのを、知りたいっていうので来てるんでね、概要欄の方にすでに上がってるね私の今回の滞在の様子の動画のリンク貼っておきますので、この動画をね今初めて見たよって人とか順番違う感じで見た人にはぜひねこの後このまま滞在の様子を見ていただければなと思います。とりあえず今回こんな感じで、東京羽田から北京経由でウイグルに来たっていうね動画これで終わりたいと思います。皆さんよろしければ高評価とチャンネル登録と、あとできればコメント書いていただけると嬉しいです。一応これ最新版のはずなんで、はい、もし行きたいよっていう風な気になってるっていう人は参考にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。